こんにちは。第3回です。今回はストーリー面が長いので、1レースだけ削っています。その分は次回で紹介しますね。早速1レース省略させていただきます。何か心配事でもあるのか？ああ、なんて言ったらいいのかわからないが、何か悪いことが起こりそうな、そんな嫌な予感がするんだ。予知的なものか。時空を超えた影響で何かがお前の記憶に。これに関してはどこからか送られてきたテレパシーとかの方が近そうですが、シルバーにも微弱ながら予知能力はあるんですかね。エッグマンとドドンパの企みが明らかになっていない以上、用心するに越したことはないだろう。そうだな。お前の予感が大きく外れるとも思えないからな。私もいつ何が起きてもいいよう備えておこう。シルバーの予感も気になるが、今はこのレースに集中して共に勝利を目指そう。そうだな。今はレースに集中しよう。だいぶ調子が戻ってきたじゃないか。楽しみだぜ。データはすでに送信済みじゃ。よいか、例の物を手に入れるまで連絡してくるでないぞ。何を見ておるメタルよ。今のはお前に言ったのではない。わしのスパイじゃよ。わしのスパイがじきに成果を持ってくるじゃろう。さて、わしらはレースでもして朗報を待つとしようかの。なんかさ、メタルソニックばっかりひいきしすぎじゃない？絶対僕たちの方が役立ってるのにね。役に立ってるとしても、大半オーボットのおかげのような、別に嫌味とかじゃなくて、Qボットが活躍できた時ってありましたっけ？わかるわかる。お互い苦労するよね。お待たせしました。序盤紹介できなかったプラネットウィスプのコースを一つ紹介します。キャラも敵側を除いて唯一未使用だったビッグを使います。オールスターレーシングの時と同じくカエル君を意識したデザインのマシンですね。後ろにある釣り竿は意味があるんですかね。そういうテクニックがあるっていうのは知ってるんだけど、もう少し具体的なアドバイスとかない？チームメイトの後ろを追いかけるじゃん。ねえ、エミー、あれ見てよ。あそこに大きな人が隠れてない？それにほら、あの雲の形、カエルくんみたいでかわいいでしょ？もうビッグはカエルくんが本当に大好きなのね。さあ、そろそろレースが始まるわ。行きましょう。あの大きな人もレースに出るのかな？おもちゃをに教えてもらったラインブースト、早速練習してみようかしら。何事も練習が一番。ビッグがのんびりな感じな分、カエル君は真面目で頑張り屋な感じなのかな。コースはマザーズキャニオン、プラネットウィスプの谷エリアが舞台ですね。ダートゾーンや複雑な地形が多く、ストーリーモードでは最初のグランプリで登場するコースなのですが、登場時期に対して結構難易度が高いと思います。スタート後、早速ジャンプしながら進む地帯となります。左側は劣化の恐れがあるため、自信がないうちはできる限り右側から抜けるのがいいでしょう。加速するために段差から飛ぶごとにトリックを1回挟みましょう。この先の道は左右にカッターが移動しています。黒い線の場所には入らないようにするのが安定ですね。ピンクの道は分岐になっており、左側はインコースですが、途中で右に合流する道もあり、右側は遠回りの代わりに安定ですね。左はインビンシブルを取ると右に合流してしまいます。どちらに進むかですが、正直そんな大きな差があるわけでもないので、事故を防止する意味でも人気がない右に行くというのも十分ありな選択肢だと思います。ゴール前はパイプ状になっており、どこでも走れるのですが、逆にこれが分かりにくいですね。ダッシュパネルを乗り継ぐように移動すると無駄がありません。また左の方にある毒沼と草地はダートなので、テクニックタイプ以外では入らないように。最後のカーブは左側が壁がないので落下に注意ですね。スタート地点の後も左が落下しやすいので、カーブの時点から右に移動しておくといいでしょう。アルティメットブーストの推奨ポイントですが、
コース後半のパイプ上のエリアの少し手前ぐらいからでしょうかね。それ以外で使うと落下しやすかったり、急カーブに突っ込むので、ダートを軽減するという意味でも無駄がありません。ただし、パイプのエリアにも、実は、途中破壊不能な岩が置いてあり、これにぶつかると車体がひっくり返ったり、前進できないことになるので使えば、確実にスムーズに進めるわけではないので注意。ピンクの道を抜けた直後の分岐ですが、右は、バリケードをパワータイプなら、破壊可能。少しだけ素早く進めますが、アイテムを取ることができません。この先は、しばらくアイテムがないので、アイテムが不足している場合は、素直に通常ルートに行きましょう。おすすめのタイプですが、テクニックでしょうか。全体的に、減速の原因になりやすいものが多いので、それを無視できるのは安定感があります。パワータイプは、バリケード以外は OK ですし、バリケードは、これまでと同じく、ロケットとかでも破壊可能なので、スピードタイプとほぼ同等の勝ちですかね。そういえば、ピンク色の道のところに浮いている存在は、何かを知らない人もいるんじゃないでしょうか。このコースはソニックカラーズからなのですが、実は浮いているマザールウィスプは、PS 版のみの登場となり、アルティメットだと出てないんですよね。よって、据え置き機で初めて出たのが、この作品だったりします。かなり重要な存在なのですが、ソニックチャンネルに、PS 版のページがあるのにもかかわらず、年表に何も書いてないんですよね。キャラクターページもないし、PS を復刻しろとは言わないので、せめて説明ぐらい書いてほしいですね。アルティメットの追加要素とか補足用に作った漫画やアニメでも徹底的に出さないし、謎ですね。せめてそっちでフォローしてあったらよかったんですが。同じく、当初は DS でしか出番がなかったボイドとバーストは、ちゃんとその後の作品でレギュラー化したのに、この扱いの差はひどいです。僕とっても楽しいよ。あの大きな人いなくなっちゃった。どこ行っちゃったんだろどうしたのビッグ？なんか言った？カエルくんの雲も消えちゃった。次もレースです。使うキャラはブレイズなので、選択画面はカット。ブレイズ、俺たち結構いいチームじゃねえか？マジで。私にはお前が賞金目的だけでこのレースに参加してるというのがどうにも解せんのだが。賞金が出るんだぜ。別におかしいことじゃねえだろ。ベクター、私は真偽を見分けることには自信がある。お前が何かを隠してることに気づいてないとでも？やれやれ、大したお方だよ。全部お見通しってわけか。しゃあね、ぶっちゃけるとよ、ソニックたちがドドンパとコンタクトした時にテイルスから調査の依頼があってよ、ドドンパについて裏でいろいろ調べてんだよ。まあ、合流時にテイルスが調査の話をしていたのも証拠に近かったですが、ようやくはっきりしましたね。依頼人より先に喋るわけねえだろ。コースはルーレットロード、初代オールスターレーシングからの復刻ですね。狭い通路が続きますが、分岐点が多いので、うまく立ち回りましょう。グランプリレースと調査依頼は別物で。フリーライダーズと違って借金の話はないけど、お仕事で潜入調査とはいえ、やっぱり優勝賞金のことも忘れていないベクター。クロスワールドではお仕事なのかお金なのか、どんなセリフが出るか楽しみですね。序盤はラインブーストしていきましょう。自分が先行している場合は走りやすいところを通るのを忘れずに。私のウィスプを使う。すまない、手を貸してくれ。私のウィスプを使う。カーブの後の道はチップが積まれています。原作の場合はブーストダッシュで当たれば飛ばせましたが、今回はパワータイプでのみ飛ばすことができます。狭い通路の中にある位置もバラバラなので、
思った以上にぶつかりやすいです。できればパワータイプに先行してほしいところですね。分岐は赤の方がインコースですが、そんなに変わらないので、相手や味方を見て選びましょう。これでカジノコースは全部ですね。クロスワールドでもルーレットロードが登場しますが、2周目限定のショートコースということでちょっと残念ですね。同じく初代オールスターからのシーサイドヒルは新規コースが作られたのに、カジノモチーフのステージっていうのもソニック作品を見ればまだまだあったのを考えれば、今度は新規で違うエリアも見れると密かに期待していました。ソニック4エピソード1のトランプロードとかあったら面白そうなんですがね。アルティメットブーストの推奨ポイントはチップのエリアですかね。それ以外でも機能するので、相手の位置次第でしょうか。守りに取っておくのもいいですね。今ちょうど溜まりましたが、シルバーは後ろの方のものの、ベクターは2位なので、相手から攻撃されたりするまで取っておこうと思います。さっきの話と少し関係あることなんですが、新規コースなかなか面白そうなものの、結構な数が発表されて思ったのが、意外と近い感じのデザインがあることなんですよね。例えば、ウォータースライダーのある森とか、機械系のコースとか、あとは全部発表されたわけじゃないものの、シーサイドヒル以外の遺跡系コースがなかったりと、ソニックシリーズの世界観を見ると問題なく出せそうなのにもかかわらず、そういった場所がないのはなんででしょうかね。ストーリー上の設定に何か影響もあるのかな。それとも、一部ギミックやオブジェクトの使い回しとか、デザイン面の手間とかの都合とかなんでしょうか。シルバーが上がりたがっているので、ここで使います。ベクターもかなり先行していますし、ダメージを受けてもどうにかなるでしょう。まあ、スーパースターズのコースは、島全体を走る複合型だったし、もしかしたら見えてないだけで、他のコースも、そういった複数のステージを移動するものがあるのかもしれません。告知通りなら、もう、ほとんどのコースが発表されてますが、このチームソニックレーシングも、最後のエリアは初期状態では選べず、確か、発売前の発表もなかったので、そういったサプライズ要素にも期待ですかね。いくらネット対戦が主流なソフトとはいえ、すべての要素が発売前から見えている作品の方が珍しいと思うので。よくやったぞ、お前ら。それでどこまで分かったのだ。しつけえな。ちょっとだけだぞ。今エスピオとチャーミーが調べてくれてるはずだ。じきあのタヌキ野郎の化けの皮を剥がしてやるぜ。次はグランプリなのでレース省略です。お客さんがいっぱいじゃん。なあおもちゃをちょっといいか。シルバーどうしたっちゃの？もうすぐここで何か不吉なことが起こる気がするんだが、何か起こってもこの広さじゃ気がつかないだろう。そこで相談したいんだ。何かコース全体を見渡すいい方法はないか。確かにこれだけコースが広いとどこかで何か起こっても発見するのは難しいじゃん。だったらみんなの力を借りるといいじゃん。みんなの力を借りる？スタンドにいるお客さんじゃん。たくさんのちゃんたちがレースを見てるってことはコース全体を見てるのと同じじゃん。シルバーの言う不吉なことが起きたらチャオの誰かが見つけてきっとびっくりするじゃん。シルバーはそれ以上の事態は防げるかもしれませんが、騒ぎが起きたらそれはもう遅いのでは。その方法があったか。わかった。チャオたちの動向に注意しておこう。ありがとうおもちゃを。みんなの役に立つことは僕の仕事じゃん。チャオたちも大盛り上がりじゃん。すごいレースになりそうじゃん。もうすぐじゃ。もうすぐあれがわしの手に。今回は完璧じゃ。この計画が失敗するわけがない。ほうほほほほ。ボス、そう言うと思って失敗しそうな原因と失敗パターンをリスト化しておきましたよ。分析からアドバイスまでが的確で優秀ですよね。ランナーズでもオーボットはソニックから戦闘力はないけど頭脳面では厄介と言われてましたね。だから僕みたいに何もしないのが一番なんだよね。ボスに怒られるパターンのリストも必要ですね。
次は、新コースですね。ストーリー的には勝たせてはいけませんが、細かいことは気にせず、エッグマンを使います。今作では、テクニックタイプのエッグマン、最新作含め、パワータイプも結構ありますが、今作でこっちなのは、チームメンバーとの兼ね合いは、抜きにしても、ソニック R のホバー移動で、地形の影響を受けにくかったことを再現したかったのかな。あら、ほんとね。何かを教えようとしてくれてるみたいだけど、あそこに何かあるのかしら。あれ、カエルくんの雲と一緒にいた大きな人だ。何してるんだろう。チャオどもに見つかったか。チャオが見つけなくても、ビッグがもう見つけてくれそうでしたね。あの角は目立っても仕方ない。ゲストがおいでだぜ。じゃあ僕まで呼び出して何を企んでいるんだエッグマン。何でもかんでもわしに結びつけるんじゃないわい。わしだってこいつの登場に驚いとるところじゃ。わしがこの役立たずに秘密の仕事を頼むわけなかろう。ああ、そうだザボックよ。せっかくここまで来たんじゃ。わしのチームで面白いレースに参加させてやるぞい。あは、知ってる。似たような展開。そもそも、利害が一致してるとしても、エッグマンに良い印象を持っていないザボックが協力してるのが謎ですよね。メカも奪えることを考えると、自分の使うメカを優先して開発してもらっているとか。スイッチを入れっぱなしにしちゃうかな。だってほら、喋らないと出番ないからねえ。コースは、ヒルンボル系のダートゾーンの多さは、おそらく全コース中最高となると思われるぐらいには、道を外れれば即ダートです。それだけではなく、コースの何箇所かには、ダメージの仕掛けが周期的に動いています。これらを気にせずに走れるテクニックタイプの優秀さが理解できるコースですね。早速スタート直後にゴーレムみたいなのが、腕を振り下ろしてダッシュパネルに乗れなくしてくるのですが、どうやらこいつの動きランダムっぽくて、必ず同じ場所に振り下ろすのを見たことがありません。だいたい左からな気はするんですけどね。よって、味方との連携目的でとりあえず合わせて走ればいいと思います。抜けると3回段差を降ります。ダートの範囲が広いので注意。特に味方を押し出してしまわないように気をつけたいですね。3つ目のダッシュパネルの後に正面に飛ぶとショートカットです。ここはかなりカットできるのでぜひ成功させたいところ。あ、攻撃されてしまい落下しましたが、成功してます。そのまま進むと飛び降りるので、先の状況を見ていきたい場所を選びましょう。おすすめは、正面にそのまま進んで、先のジョンくらいで飛ぶことですかね。右側は移動距離が多いので狙いにくく、下の道は、狭い上に、岩が弾に飛んできて当たるとダメージです。他の場所を行っても、まあ当たるかもしれませんが、下の道を走るのが、長いほど被弾する確率が上がると思います。ジャンプ台は、中央より少し左か右に寄せて飛ぶと、リングをきれいに回収しながら渡れます。その先ですが、マグマがない場所は S 字かつ、狭いのでコースアウトしないように、テクニックタイプの場合は無視できますが、先頭を走っているときは、味方のラインブーストができなくなるので、道に合わせて走った方がいいでしょう。右に行ってしまいましたが、明らかに手を上げてから入っていったのでタイミング悪いですね。手をどかさないことはないので、あらかじめ地面にあったら手に突っ込む方が安定でしょう。せっかくなので、紹介も兼ねてショートカットじゃない方に行くのですが、こっちのルートはおすすめしません。見ていればわかると思いますが、まず、左右に壁がない箇所がいくつかあり、劣化の危険があります。それで遠回りなので、走りにくさはかなりのものです。ただ、リングの総数は多く、取るのも難しくはないし、こっちだとアイテムボックスを拾えるので、順位が、下の方でライトニングやクエイクのようなアイテムで、まず、トップに妨害をしたい時とかだったら、選択肢としては悪くないかもしれません。順位や周りの状況で判断するといいでしょう。アルティメットブーストの使用推奨ポイントですが、このコースは、見ての通り、どこでも、ダメージやダートがあるので、全般使えます。ただし、スタート直後の場合は、段差で浮いている間もったいないのでおすすめできないですかね。ショートカット直後の広場とか、ゴール少し前のあたりは、ダートが特に広く、劣化の危険性もないので、お得だと思います。多分、多くの人がその辺で使うので、防御目的でも無駄がないですね。おすすめのタイプですが、まあ当然テクニックですね。パワータイプで壊せるオブジェクトもないので、パワーとスピードの差は、そこまでない感じです。
テクニックだとダートも通れる分、他のタイプより遅い速度も気にならずに走れるかと。タイムアタックとかだと話は別ですが、レースだと12人とアイテム攻撃や体当たりで何が起こるかわからない以上、不安要素を減らせるテクニックは間違いなく強いでしょう。今更ですが、いくらスピードが出にくいからとはいえ、テクニックはちょっとやりすぎな感じがありますよね。一応ラインブーストを阻害するとか、味方のラインに乗りにくいとかのデメリットもあるんですが、ダートは普通に走れるし、速度も決して遅すぎるわけではないと悪い点が見当たりません。さすがにタイムアタックのような状況では、パワーの方が評価されますが、RTA のように、途中、どんな妨害があるかわからない条件の場合は、こっちの方が結果を残しているぐらいには優秀です。妨害は結局なかったので、あとは、アルティメットブーストでゴールまで駆け抜けますかね。素晴らしい。見事じゃったぞ。その調子じゃ。まさかソニックどもに見つかるとはの。お前は隠れておることもできんのか。で、わざわざ現れたってことは例の物は手に入ったんじゃろうな。言われた場所を探したが何も見当たらなかったぞ。情報ぐらい正確なものをよこすんだな。ドドンパもまさかを思ってフェイク情報をと言いたいのですが、嘘はつかない性格っぽいんですよね。エッグマンが予測した地点だけ教えたとかでしょうか。貴様はレースで奴らを全員叩き潰せ。レースですが、一度見たコースですので飛ばします。さすがにそろそろ疲れてきたわね。もうどんどん過激なレースになってない？さすがに疲れてきちゃったわよ。ザボックの野郎が来たことでより厳しくなってきたな。そろそろあいつらの計画をぶっ潰しに動かないとまずくないか。動くったってどうするつもりだよ。何かいいアイデアがあるっていうのか。それにザボックの一人や二人現れたってどうってそうは言いますが、ファントマルビーの幻影にボコボコにされてたのは誰でしたっけ。何か作戦を立てようにもまだエッグマンたちの企みが分かってないから作戦の立てようがないよ。ドドンパの正体すらまだ分かってないしね。ドドンパの正体が誰にせよ、エッグマンがいつも通りくったらないことを企んでることは間違いないわけだろ。だったらこのままレースを続けてエッグマンたちをコテンパンにしてやろうぜ。ドドンパを懲らしめるのはその後で十分だ。まあ今の状況を見たらエッグポーンを送り込んでレース場を荒らしてるエッグマンを真っ先に攻める方がいいですよね。休憩させて。疲れた時はお魚を釣ったらいいんだよ。一緒にお魚釣りに行く？みんな疲れてる場合じゃないぞ。今回のレースもチームワークで勝利しようぜ。ほうほほほほすべて順調じゃ。レースは大成功。加えて想定以上のものも手に入ったしの。我が輩の計画に狂いはなかったというわけじゃ。次は今回最後のレースですね。キャラはメタルソニックを使います。メタルソニックのマシンは側面の下のガラスだけ透けてるんですよね。足が見えて良いデザインです。こういったデザインはクロスワールドでも出るんですかね。おい、いい加減にしろよこのタヌキじじい。お前の悪巧みはとっくにバレてんだよ。いい加減観念しやがれ。じゃないと痛い目に遭うぜ。顔が真っ赤じゃぞハニモグラ君。だがその怒りのエネルギーも実に素晴らしい。おいやめろナックルズ。たった今 SPO たちからドドンパの正体について報告が届いたぜ。本当に早く教えて。さあせかすんじゃねえって。何ドドンパはの
らずの社長だと。ドンパモーターズって確か宇宙一の自動車会社よね。宇宙一の大企業の社長さんに誰にも気がつかないってどういう状況なんだと思って考えましたが、会社代表として取材を受けたり説明とかをする別の人物がいて、ドドンパは立場上社長だけど普段は工場とかからほぼ出ないで働いてる実質発明家みたいなものなんでしょうかね。ほらね、いい人だったでしょ。しかも王様なんだから。確かに信頼がないとみんなのために動く王様で居続けることはできませんよね。ここでもなかなか鋭いビッグ。ドドンパは白だったようだな。ひとまずはこれでレースに専念できる。チーム紹介飛ばしてますが、ザボックを使うときに見せますので大丈夫です。早速スタート直後ピラミッドを登りますが、この時左右には歯車があります。周期を見て潰されないように抜けましょう。まあ中央を通ればそもそも触れずに済みますが、うまく抜けることができればダッシュパネルで速度アップですので狙ってみるのもいいと思います。カーブの後は下り坂になるので視点が少しずれます。キューブが置かれてたりすると意外と回避が難しいので注意。この先がこのコースで一番難しいところかも。歯車が移動していますのでまず当たらないように移動します。段差から飛び上がったら速攻でトリックを横に、必須ではありませんがこの低空トリックが決まればより早く抜けることができます。左に曲がりますがカメラが動くので先が見えにくいです。内側がダートになっているので入らないように注意。終盤のエリアですが木の橋みたいな場所はショートカットになりますが、入り口に蒸気が一定時間ごとに吹き出ています。出ている間はダメージを受けて減速するため実質通れません。今回は周期が悪く通れないので通常の道を通りますが、こちらも左右に水たまりがあってそこは入ると減速してしまうので注意。2つ目の橋から飛ぶとインビンシブルがあります。その先のトンネルを出れば一周ですが、トンネル入り口は歯車がありますので入るタイミングに注意。その先の道も S 字型になっており左右にダートが混ざっているので入らないように。コース自体の説明をする時がなかったのでここでしますが、コースはクロックワークピラミッド。これまでの砂漠は普通の道に古代遺跡のようなコースでしたが、コースのエッグマン基地を再現した人工的な建物であるのが特徴ですね。ダメージの仕掛けが多いのでそこをそもそも通らないかうまいこと通って短縮するかの駆け引きが面白いです。アルティメットブーストの使用推奨ポイントですが、前半はそもそも厄介な地形の仕掛けも全部走る位置さえ気をつければ無視できるので控えた方がいいでしょう。後半はダメージの仕掛けが多く道の途中にもダートがあるので無駄にならないです。コースアウトはジャンプ台以外ではないので一応どこで発動しても加速効果自体は恩恵を受けやすいとは思います。今回はショートカットに入ってみましょう。無敵があるので取った後はこれを使えば先の歯車やダートを気にせず走ることも可能です。アイテムボックス取る前に前のを処理するの忘れてた。当然ながら持っている時に触ってももらえませんのでショートカットに入った時点でアイテムを使っておきましょう。おすすめのタイプですが、まあコースの影響を考えずに走れるのはテクニックだけですね。また同じような評価にはなりますが、パワータイプ専用オブジェクトがないためスピードタイプと同じです。こうやって評価してみるとパワータイプ用オブジェクトを増やせばいいってものでもないのですが、せっかくライダーズから引き継いだオブジェクト破壊能力や専用ルートがあるのにそれが使えるコースが少ないですよね。前半でアルティメットブーストは良くないと話したんですが、今使ったのはザブックが遅れ気味ですので引き上げる目的で使いました。残りレースも少ないので全部やれるかわかりませんが、余った時間でアイテム紹介。今回紹介するのはシアンレーザー。レーザーを前方に出し続けて敵に対しては一定時間当てるとスピンさせることができます。しかしこいつの芯の使い方は障害物の破壊です。パワー用オブジェクトはもちろん相手のクエイクとかも余裕で破壊できます。使うと一定時間アイテム欄がロックという問題はあるものの適所で使えれば障害物を壊して安全確保が可能に。パワータイプ専用アイテムなので
3種の中か、転送ルーレットで、選手の中から引き当てないといけないのが少し問題にはなりますが、4位から6位ぐらいの中間順位だと結構見かける気はします。1位じゃ、素晴らしい。見事じゃったぞ。でもそんなすごい人がエッグマンの味方じゃなくてほんとよかったよ。安心するのはまだ早いかもしれんよ。我が輩は全てのレーサーの味方じゃからの。ドドンパの正体が判明してまずは安心したけど、まだ聞きたいことがたくさんあるのよね。まず宇宙一と言われるドンパモーターズの社長さんっていうのはいいとして、なんでこそこそと秘密にレースを開催したのよ。我が輩の会社は宇宙で最もパワフルでプレミアムなエンジン開発をしておるのだ。その名もアルティメットパワーエンジン。最高機密じゃから実験も秘密裏にというわけじゃ。でもそんな秘密で大規模な研究なら私たちを呼ぶ必要なかったんじゃない？会社の人たちだけでやればいいのに。宇宙一の最高品質を目指す開発なのでね、最高のサンプルを探しておったんじゃ。そこへ音速ネズミくんの噂を聞きつけたわけじゃ。ソニックの活躍を知っており、それを他の星にも伝えることができるのはウィスプかな。そもそもドドンパとウィスプがどういった経緯であったのか、どうコミュニケーションをとっているのかを知りたい。珍しい宝石がついた冠や貴重な鉱石なんかを保管する宝物庫なんかもお持ちじゃないかしら。もちろんじゃとも。はて、なぜそのようなことをちょっと聞いてみたかっただけよ。さりげなくドドンパの財産を確認して保管庫へ直接行こうとしているルージュ。盗むと決まったわけじゃないですが、交渉するにしても最悪の結果一つの星を敵に回すことになりませんかね。さよう。そのためにわざわざ諸君らにレースマシンを使わせてやってるわけじゃからな。おかげで素晴らしいデータが集まっておるぞ。役に立てて嬉しいじゃん。諸君らのチームワークはとても優秀じゃ。こいつをエネルギーに変換することでアルティメットパワーの源となるのじゃ。おお、そいつは良いことを聞いたわ。ドドンパ王が悪巧みしてるなんて疑って僕恥ずかしいよ。ドドンパ王はアルティメットパワーエンジンを使って交通やエネルギー産業に革新を起こし、公害のないクリーンなエンジンで宇宙平和に貢献するつもりだったんですね。さよう。チームワークの力だけを動力源とするエンジンは長年自動車産業に身を捧げてきた我が社の夢。それが今ついに現実のものとなったのじゃ。そういえば次回作でもドドンパおよびドドンパのマシン工場が登場するの確定していますが、当然システムが違うのでアルティメットエンジンじゃないと思うんですよね。会社の作ってるものとかドドンパの目的はどんな感じの設定になっているんだろう。思ってたよ。我が輩がどう思われようがどうでもよい。肝心なのはチームワークから生み出される未知のエネルギーの解析じゃ。さてそのデータじゃまたあのレースの続きってわけね。理解が早くて助かるの。
それにしてもチームワークで生み出されるパワーをエネルギーにしちゃおうだなんてすごい発想よね。ドドンパがいいやつだって分かったところで、次こそレースに集中できるよな、シャドウ。花から奴には興味がない。そんなことより僕は決着をつけねばならない。 That's right。 そろそろどっちが最速か決着をつけようぜ。もうソニックったらずっとそのことばかりじゃないのよ。速さを競う勝負なんだから仕方ないだろ。こんな機会めったにないんだ。とことん楽しもうぜ。やれやれ。本当に自分勝手シャドウの本心としてソニックと戦いたいとしても、まあエッグマンが悪巧みしてるのは変わらないので止めなきゃいけないのが当然ですね。分かったはずなのになぜだ。胸騒ぎが止まらない。おいエッグマン、お前さっきドドンパと隠れて話をしてたよな。なんじゃ、わしが誰と何を話そうが自由じゃろ。あの時何の話をしていたんだ。いい加減白状しろ。天才科学者同士にしか理解できん技術開発の話じゃ。お前に話したところで理解できんじゃろ。ドドンパが開発しているというアルティメットパワーエンジンのことだろ。その技術をドドンパから奪おうというわけか。奪うなんて人聞きの悪いことを言うんじゃない。ちょっと借りてわしが有効活用して。ついにエッグマンの目的もはっきりしましたね。何の話じゃ。わしゃ知らん、わしゃ知らんぞい。やはりな、ザボックが突然現れたのだって、どうせアルティメットパワーエンジンを盗み出させるとか、そういった類のくだらない作戦だろ。嘘、なんでバレちゃってるのよ。今お前自身が教えてくれたんだよ。こうなったら手段を選ばん。メタル、ザボックよ、次のレースでこいつらを叩き潰してやれ。おのれ、なぜ計画がバレたんじゃ。シルバーのやつめ、超能力でわしの心を読み取ったか。なんちゅうひどい運転じゃ。ザボックよ、お前さんにはほとほと呆れるわい。俺が弱いだと勘違いするなよ、エッグマン。貴様が俺の足を引っ張ってるのだ。生意気な口を聞きよって、負け犬の遠吠えなど聞きとうないわ。協力してやってるだけでも感謝しろ。貴様をひねり潰すことなど造作もないんだ。利点がほとんどないと思うのになぜ協力しているんでしょうかね。この辺はザボック側の説明も欲しかったですね。一応考えられるのなら機械を操ることに関しては有能なゼティ族だからこそ未知の力を秘めたアルティメットエンジンに興味があるとか。わしの考えたこの作戦を遂行すれば、お前さんを任してきた奴らに復讐できるぞ。ほう、どんな策だ。こんなちんたらしたレースなんぞよりもっとお前さんに合った仕事じゃよ。くだらん遊びは終わりだ。さあ、俺を楽しませろ。ドドンパさんがいなくなっちゃったよ。どうしたビッグ。さっきまでドドンパさんちなみにこのレースにエッグマン参加してます。一応サバイバルレースなので速攻リタイアしてその間に連れ去ったと考えれば矛盾しませんが。どこに行っちゃったんだろう。ちょっとそれって誘拐じゃない。ねえビッグ、どっちに行ったか見てない？見てないよ。では今回はここまで。次回はエッグマンとの最終決戦となります。もう少しで発売のクロスワールドもいろいろ攻略しますのでチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。